はやみつきになるジャーマンポテトを作りました。こんにちは、卵染めのゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はやみつきになるジャーマンポテトを作りたいと思います。今日のレシピはですね、お酒のあてにすごくぴったりなレシピになってます。材料も手軽に揃えるもので作ることができます。作り方もすごく簡単なので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、今日の材料はこちらです。じゃがいも、厚切りベーコン、玉ねぎ、オリーブオイル、にんにく、黒胡椒、塩です。今回はね、お家にあるようなね、簡単な材料でかつシンプルに美味しく作っていきたいと思います。じゃがいもはね、いろんな種類があると思うんですが、今回はメークインのじゃがいもを使いたいと思います。メークインっていうのはこう炒めたり煮た時に煮崩れしにくいので、こういう炒め物とか形をそのまま残したい料理にはとてもおすすめです。男爵芋もね、結構メジャーなじゃがいもだと思うんですけど、男爵芋はホクホクっとした食感なので、お好みのじゃがいもを使っていただいて大丈夫です。はい、それではね、早速じゃがいもから切っていきたいと思います。まずじゃがいもの皮を剥きます。はい、皮を剥きましょう。で、メークインの特徴はね、細長い形してるのがメークインですね、形的に。男爵芋は丸ですね、丸みを帯びたもので、でもじゃがいもってね、今いろんな種類が出てますからね、お好みのじゃがいも使っていただいて大丈夫です。メークインはね、あんまりボコボコしてないものが多いので、こうピーラーで剥きやすいですね。はい。で、こんな感じにじゃがいもを剥きました。で、そうしましたらじゃがいもの切り方なんですが、今回はですね、じゃがいも斜め切りにしていきます。面をできるだけ広くしてじゃがいもに熱を通しやすくします。幅的に1センチよりもちょっと太めぐらいですね。このくらいの幅にカットします。カットしたじゃがいもはこうやってお水につけてアク抜きをします。で、アク抜きをしておくと渋みと苦みが取れて美味しく仕上がるので、じゃがいもはアク抜きするようにしてください。あと変色も防ぐことができるので、見た目も綺麗に仕上がります。ということで、こちら側も切っていきます。はい、このままだいたい10分ぐらいですね、アク抜きをしてください。続きまして玉ねぎですね。玉ねぎはスライスしていきます。薄切りで OK です。半分ぐらい到達すると切りづらくなってくるので、くるんとして切ります。はい、玉ねぎはね、こんな感じでスライスしておきます。はい、続きましてニンニクです。で、ニンニクは生のものを使います。これをスライスします。こんな感じで輪切りにします。ニンニクあった方がね、パンチがあるので美味しいのでおすすめです。ただね、明日大事な用事がある時は控えていただいても大丈夫です。はい、では続きましてベーコンですね。ベーコンは厚さ1センチぐらいですかねの幅に切っていきます。今回はですね、こういう厚切りベーコンを使うんですけど、薄切りでもね OK です。このぐらいのちょっとゴロゴロっとしたベーコンにカットします。はい、10分経ちました。そうしましたらこちらの水を一度捨てます。はい、で水を捨てたら軽くね、こう水分を拭き取りましょう。はい、それではね、作っていきます。まずフライパンにオリーブオイルです。で、オリーブオイルはね、ちょっと多めですね、今回。で、そうしましたら火をつけて、ここでニンニクをね、匂いが出るまで炒めてください。で、これでオリーブオイルにニンニクの香りをつけましょう。ニンニクはですね、焦げやすいので、香りが出てきたら一旦取り出します。できるだけこうオリーブオイルの中に入れて、こうジュワジュワさせて匂いを出しましょう。いい感じに踊ってきましたね、ニンニクが。ちょっと斜めにしてあげるといいかもしれないですね。で、少しきつね色になるぐらいになったらもう取り出してください。で、ニンニクを取り出しました。そうしましたらオリーブオイルを全体的に広げて、でここでじゃがいもをね焼いていきます。で、この面を下にして焼いていきます。で、しっかりとここでカリッと表面を仕上げるのがポイントです。だいたい片面2分ずつ焼いていきます。はい、
よくこのニンニクオイルを染み込ませて焼いていきます。イメージ的にね、揚げ焼きするイメージですね。で、火加減は中火です。カリッと焼き色がつくまでね、焼いていきましょう。焼き色がついてきたところから裏返します。こんな感じでね、いい感じに焼き色がついてきました。ちょっとね、時間差とかがあるので、焼き色がついてきたなっていうところからね、ひっくり返してください。美味しそう。カリッカリです。ひっくり返したら片面もカリッと焼きましょう。裏面もカリッと焼けたら一度火を止めて、一旦このじゃがいも取り出します。はい、いい焼き色ですね。はい。はい、カリカリに仕上がりました。そしたら一度ね、こちら取り出して、また火をつけて、今度はね、ベーコンを焼きます。はい、ベーコンと玉ねぎをね、焼きます。で、ベーコンの焼くポイントは、あんまりこう、いじらないことですね。裏表ね、カリッと焼いていきます。ちょっとね、ベーコンは油が跳ねるので注意してください。パチパチね、跳ねてくるのでね。裏面に焼き色がついてきたら裏返します。で、そうしましたらちょっと寄せて、ここで玉ねぎを炒めます。はい。この肉汁を染み込ませるかのように玉ねぎを炒めていきます。はい、で玉ねぎがだいたいね半分ぐらいこう火が通ったら、ここに塩、黒胡椒ですね。はい、炒めます。ちょっとまだしなしなってならないぐらいまで炒まったら、先ほどのじゃがいも戻します。はい、でここにさらに黒胡椒とあと塩ですね、振りかけましょう。これを全体的に炒めます。で、じゃがいもにもこのベーコンの油が染み込むようにね、こう優しく全体に油を絡ませるように炒めていきます。で、目安としては玉ねぎがしんなりするぐらいですね、炒めます。で、1分ほど炒めたら最後にこちら最初に入れたニンニク戻します。で、最後にまたニンニクの香りを全体につけます。はい、こんな感じで玉ねぎもしっかりとねしなーっとなって、じゃがいもにも油がしっかりとコーティングされたら OK です。はい、これでジャーマンポテトの完成です。こんな感じで美味しそうに仕上がりました。はい、ということで完成しました。はい、こんな感じに仕上がってます。はい、ということでいただきます。じゃがいもの甘さがすっごく引き立ってますね。ニンニクとベーコンの油を吸ってめちゃくちゃ美味しいです。全然形も崩れずに綺麗に仕上がってますね。はい、ということで今回もすごく美味しく仕上がりました。で、今回のジャーマンポテトのポイントなんですけれども、まず使ったじゃがいもの品種は今回メークインを使っています。で、理由としてはメークインは煮たり炒めたりしても形が崩れにくくなってます。なので今回はメークインを使ってます。で、あと有名なのは男爵芋かなと思うんですけれども、男爵芋は形が崩れやすいんですけど、その分ホクホクしてとても美味しいじゃがいもです。今回私はメークイン使ってますが、男爵芋とかあとちっちゃい小じゃがとかでも作れるので、お好きなじゃがいもの種類でぜひ作ってみてください。で、今回はじゃがいもを1センチ弱ぐらいの幅で面が広くなるようにカットしました。そうすると火の通りが良くなるので早く仕上げることができます。で、じゃがいもなんですけれども、じゃがいもは皮を剥いたらアク抜きをするようにしてください。渋みとか苦みを取り除くのと、あとは変色も防いでくれます。もしちょっとニンニク控えたいなっていう時はニンニクなしで作っていただいて大丈夫です。その時はね、味のアクセントとなる粒マスタードとか、あとちょっとお醤油入れても美味しいので、ぜひそちらも試してみてください。あとはニンニクを抜いたらお弁当とかにも入れれるかなと思います。手軽な材料で簡単に作れるので、ぜひ皆さんも作ってみてください。
はい、ということで今日は病みつきになるジャーマンポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな料理を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらもいろいろアップしているので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。